こんにちは、タイスタディの大さんとさくらちゃんです。สวัสดีครับ。さくらちゃん、สวัสดีค่ะしてください。はい、ちょっと忙しいみたいですね。今日は2023年8月9日水曜日、วันพุธที่9สิงหาคมพุทธศักราช2566です。今日もタイのローカルニュースを要約して日本語でご紹介していきます。この動画の詳しいコンセプトに関しては概要欄をご確認ください。今日ご紹介するニュースは全部で7件です。1件目、お天気は全国的に雨でメコン川は増水に注意が必要ですということで、こちら昨日8日ですね、16時ごろ、ノンタブリ県バンブアトン郡やバーンヤイ郡で大雨強風のほか、ノンタブリとしては珍しく雹も降ったということで、今朝のテレビニュースで紹介されています。この影響で多くの家屋や倉庫などで屋根の崩落や木が倒れるところもあったということで、大きな被害が出ているということです。今日のお天気は全国的に雨が多く、南部の西側では 70% の地域に雨、北部、東北部、南部の東側では 60%、中部と東部では 40% の地域に雨が降ると予報を出しています。また国家水資源管理局によると、明日10日木曜日から来週15日火曜日までメコン川が増水する見込みで、川沿いの県8県に対して河川の氾濫による洪水に注意喚起しています。この8県ですが、チェンライ、ルーイ、ノンカイ、ブンカン、ナコンパノム、ムクダハン、アムナートチャル、ウボンラチャタニです。こちらね、雨が、降るので洪水に注意が必要という話ではあるんですが、今年および来年ですね、水不足が懸念されている状態でもあるということだそうです。はい、次ですね、2件目。今週末の母の日の連休は経済効果が低めですということで、こちら今週土曜日12日ですね、シリキット王太后のお誕生日ということで、タイは母の日ということで、週明けの14日月曜日が振り替え休日になって3連休になりますよということですね。毎年母の日は母親を旅行に連れて行くなど観光需要が高まり、経済効果が期待されているということなんですが、今年はですね、この効果あまり期待できないようだと今朝のテレビニュースで紹介されています。こちらどこの調査かは紹介されてないんですが、ある調査によるとですね、母の日の連休で母親を旅行に連れて行くかどうか、今年ですね、という質問に対して連れて行かないという回答が 85%、連れて行くのは 15% になったと。連れて行かないという回答の理由はですね、景気が悪く節約が必要な状況のため、そして先週の6連休でお金を使ってしまいお金がないためという回答が目立ったということです。ニュースキャスターのソラユットさんはですね、今年は食事だとかお寺での短文のみになる家庭が多いんじゃないかと、旅行ではなくてね、そういうふうなコメントをしています。こちらね、何もしないというわけではないようですね。はい、食事に行ったりとか、スーパー、デパートに行ったりとか、そういうのはするんでしょうね。はい、次ですね、3件目。今朝ガソリンの値上げの発表がありましたということで、今朝5時、国有企業 PTT のガソリンスタンドでガソリンの値上げがありました。ガソリン系の燃料、ガソホール95や91、ベンジン E20、E85 でリッターあたり 0.3 バーツの値上げになっています。これによりタイの乗用車が最も利用している燃料ガソホール95と91はそれぞれリッターあたり 38.85 バーツと 38.58 バーツになっています。これは今朝のバーツ円の為替レート1バーツ 4.09 円を使うと、日本円でざっくりですね、リッターあたり約158円ということになります。なお大型トラックなどが利用するディーゼル系の燃料ですね、これは値上げがなくてリッターあたり 31.94 バーツのままになっています。今ドル円も1ドル143円ということで、非常に円安ドル高になっていることもあるんですが、日本とタイの物価を考えるとですね、ガソリンリッターあたり158円、というのは非常に
割高なんじゃないかなというふうに思います。こちら直近ではですね、タクシーや物流業者の抗議運動、そして長期的にはですね、電気自動車のシェアが増えるとか、そういう影響がありそうだということです。次4件目ですね。追放された王子が児童養護施設などを訪問していますということで、こちらタイ国王ラーマ10世の2番目の妻で、後に王宮から追放されたスジャラニーさんとの間にできた次男ですね、ワチャレートさん、通称オンさんが8月7日からタイに帰国している件について、昨日8日はスクンビット88にある児童養護施設を訪れ、おむつや食べ物などの寄付を行っています。職員の話では午前11時に訪問予約が入っていたということなんですが、ここにオンさんが含まれているというのは知らなかったということでですね、朝外務省から連絡があった際に非常に驚いて、急遽歓迎の飾り付けを行ったということだそうです。またオンさんはですね、ロイターの取材に対して、自身は海外にいるが自分はタイ人でタイの文化を忘れたことはない、27年ぶりの帰国でタイに到着した際は非常に興奮した、帰ってくることができて非常に嬉しいなどと答えています。テレビニュースにはこのインタビューの様子も紹介されているので、その動画へのリンク添付しておきます。興味がある方はご覧ください。今回ですね、1週間から10日ほどの個人的な帰国というふうに言われている割にはですね、やっぱり外務省が関わっていたりということで、一個人という扱いにはどうしてもならないようですね。オンさんにはどういう方かわからないんですがね、なんか付き添いの人も結構大勢いるんですね。どうやら政治家などとの面会もあったみたいな話もありますので、何らかの意図があるんじゃないかという憶測が出ているということですね。今回の帰国27年ぶりですね。突然の帰国ということですので、あと元王子にもかかわらずですね、記者や訪問先で率先して、和をする姿、合唱する姿ですね、が8チャンネルのニュースでとても好意的に伝えられています。ただですね、3チャンネルですね、私がよく見てる3チャンネルは一切王子について報道していないんですね。ということで、テレビのチャンネルによっても対応が分かれているという状態になります。こちらね、王位継承権がもし仮にこのオンさんに与えられるようなことがあれば、再度与えられるようなことがあればですね、現在のティパコーノ王子よりも年上ですし、一気に王位継承第1位になるんじゃないかなと私個人的に思うんですが、あとですね、突然首相候補に祭り上げられたりとか、これ政党に所属してなくても議員の3分の2の賛成があったら、外部からの選出も可能なんですね。ないとは思いますよ。この方ね、弁護士ですからね、別に政治に関しての勉強してきたとかそういう方ではないので、ないとは思うんですけど、ありえない話ではないということですね。あと日本のメディアですね、ちょっと関係ないんですが、これワチャラソーンさんと紹介しているんですね。ただ私の動画ではワチャレートさんと紹介しています。これはですね、タイ語の読みをそのまま日本語風にして説明するとワチャレートさんになるんですね。ワチャラソーンというのは英語表記からの日本語訳になるわけですね。なので例えばスワンナプーム空港って最後にスワンナプームミになってますよね。 MI ですよね。あとシーナカリン通りとかもシーナカリンドラ通りって、なるわけですよね。英語からそのまま訳すと。ただ、タイ語の読み的にはスワンナプームなので、スワンナプームって、紹介されてるわけ、なのでそっちを採用しているということですね。音の方を採用しているので、ワチャレートさんということで紹介しています。次ですね、5件目。タイ貢献党の政権樹立に黄信号と黄色信号が灯ってますということで、こちらタイ貢献党がタイ誇り党と連立を発表したことで、タイ貢献党が他の政党との交渉を開始しています。
今朝のテレビニュースでは議席数の見込みを紹介しておりまして、現状ですね、タイ貢献党141、タイ誇り党71なので合わせると212ということになるわけですね。で今ですね、他の6つの政党が支持を発表する見込みだということで、これを合わせると全部で236議席までは集まるということらしいんですね。ただ過半数251なので、まだ協力を表明していない民主党の動きに注目が集まっているということですね。過半数もしかしたら250かもしれないですね。今議員もう辞めた方なんかもねいらっしゃるので、いずれにせよ250、251そこには届いてないと。で民主党25議席持ってるんですが、民主党が党として連立に加われば過半数を超えることができるということなんですが、民主党ジュリン党首が辞任を表明した後、次期党首をめぐる争いですね、チャルームチャイ幹事長対アピシット元首相の派閥ですね、この争いに決着がついていないという状態になります。昨日ジュリン党首代理がですね記者のインタビューに答えていますが、その際も党の決定によるだろうと、この応援するかどうかそういうふうに回答しているということです。また昨日政府官邸でプラウィット副首相代理が中国からの来賓に対応した後ですね、記者のインタビューに答えてまして、タイ貢献党の連立について、連立するんですかと、国民国家の力とはというふうに聞かれてるんですが、プラウィット副首相代理ですね、まだタイ貢献党からの連絡はもらってませんというふうに答えた後、すぐに自分たちを誘わざるを得ないだろうと、そういうふうに回答したように聞こえる。なんかね、声が結構小さくてボソボソっと喋ったので、なんか他の意味にも取れるよねみたいなことではっきりしてないんですが、自分たちを誘わざるを得ないっていう意味で回答したんだったらね、上院にもう根回しができてるだとか、そういうことがあるんじゃないかということでテレビニュースで紹介されてますね。あと上院もですね、タイ貢献党の首相候補に投票するかについて意見が割れているということで紹介されています。どうなるんでしょうね。結構上院の方も前進党よりは応援する人多そうなんですが、375まで236だからなんか140ぐらい集めないといけないってことですよね。上院は250人で、そこから140を集めるのはかなり大変じゃないかなということで、現状まだやっぱりはっきりしていないという状態ですね。次回の首相選は来週の17日の予定ですね、木曜日かな。次ですね、6件目、前進党は結論を延期しましたということで、昨日8日、前進党が次回首相選でタイ貢献党の首相候補を支持するかどうかの検討を行う会議を行いました。これに関して多くの前進党議員が自らの SNS で支持者に対して投票すべきかを尋ねているということなんですが、どうやら投票すべきではないという回答が多いようですね。ただですね、結局昨日の会議ではこれ決定しなかったということです。理由は首相選予定の17日までまだ時間があるので、早くに決める必要はないだろうということだそうです。タイ貢献党を応援するかどうかですね。なおこれに関して政治活動家のアーノン弁護士は、前進党は投票すべきではなく、賛成票を投じることは国民に対しての裏切りであると。両院の首相選出権がなくなる5月までは残り9ヶ月になっているので、9ヶ月待てばいいということになるんでしょうか。でもだいぶ先ですよね。来年の5月ですからね。そういうコメントをしているということですね。最後ですね、7件目、前進党事務所のカフェが新しいメニューを発表しましたということなんですが、こちら前進党本部事務所の入居しているビルにあるカフェですね、ソルバーというカフェがあるんですが、プラチャーショックという新しい限定メニューを発表したと今朝のテレビニュースで紹介されています。プラチャーショックですね、プラチャーションショックということになりますね。意味は国民がショックを受ける
国民がびっくりすると、そういうような意味ですね。で、このソルバーの従業員の説明によると、甘い水を少しピンク色にして牛乳入れるんですかね、ピンク色にしていちご牛乳に見立てたものの上にチョコレートドリンクを入れると、こういう2層の飲み物ですね。下がピンクで上が茶色です。で、パッと見いちご牛乳に見えるんですが、いちご牛乳ではないということで、飲んだ人がびっくりするのでこのような名前を付けたと。60バーツだということです。そういう説明をしてるんですが、昨日の夕方のテレビニュースではですね、どうやら上のチョコレートというのが、タイ貢献党でねチョコミントとかが流行ったので、このチョコレートがタイ貢献党で、下の偽のいちご牛乳ですね、これはタイ誇り党に見立ててるんじゃないかと紹介しています。で、なんでタイ誇り党がいちご牛乳かということなんですが、これタイ誇り党に所属しているサクサヤム運輸大臣がですね、新型コロナの感染拡大だから去年一昨年ぐらいですかね、夜の娯楽施設からクラスター感染が起こって、そういうところには行くなと自粛ムードが漂う中ですね、夜カラオケ店なのかなんかカラオケに見えるんですが、娯楽施設に行っている写真が流出するわけですね。で、このサクサヤム大臣の前にピンク色のね、飲み物が置いてあるということで、酒飲んでたのかということで問いただされるんですが、サクサヤム大臣ですね、これはいちご牛乳だと言い張るんですね。それに由来してるんじゃないかということだそうです。はい、ということで、こちら2023年8月9日水曜日のタイの朝のニュースの紹介でした。何かお役に立てたということでしたら、ぜひ高評価登録の方よろしくお願いします。今日は以上になります。サワデーカー。さくらちゃん消してください。はい、消して粘土で遊ぼう。消してから粘土で遊ぼうね。